あなた、救急車を呼んだことはある？ないのだ。でも日本では無用なのだ。当たり前なのだ。その当たり前が地球上では当たり前ではないの。どういうことなのだ？アメリカで救急車を呼ぶと何が起きるか知ってる？知らないのだ。どうなるのだ？数十万円から数百万円の請求書が届くわ。救急車を呼んだだけでのだ。救急室の利用料だけで数万円かかることも普通にある。見てもらう前から取られるのだ。怖いのだ。点滴一袋で数万円の請求が来ることもあるのよ。点滴で数万円なのだ。日本に生まれてよかったのだ。日本ではそれが数百円から数千円で終わることもある。100倍以上の差なのだ。信じられないのだ。これは偶然ではなく意図した設計の結果よ。どんな設計なのだ？教えてほしいのだ。今日はその設計を丸ごと解説するわ。よろしくなのだ。楽しみなのだ。まず歴史から日本の皆保険制度が完成したのは1961年よ。1961年、昭和36年なのだ。高度経済成長の真っ只中に全国民が保険加入する制度が完成した。それ以前は入っていない人がいたのだ。そうよ。1961年以前は保険のない国民が大勢いたの。今では考えられないのだ。その転換から70年以上一度も崩れることなく続いているわ。70年、ずっと当たり前だと思ってたのだ。失って初めて気づくものよ。それが聖域の怖さ。怖い言葉なのだ。でも正直だと思うのだ。空気のようなものほどなくなって初めてわかるものよ。空気みたいなものなのだ。当たり前すぎて気づかないのだ。では本題。なぜ日本だけが70年以上病気で破産しない社会を維持できたのか。理由は3つよ。3つなのだ。メモするのだ。1つ目は皆保険の設計よ。全員が加入する仕組みのことよ。全員が加入するからリスクが広く社会全体に分散される。みんなでリスクを分け合うから一人の負担が軽くなるのだ。加入者が多いほど一人当たりの負担は薄くなる。これが本質よ。なるほどなのだ。大人数でシェアするイメージなのだ。逆に加入は任意にしたら何が起きると思う？健康な人は入らなくなりそうなのだ。その通り。健康な人が抜けると病気の人ばかりが残る。保険料が上がり、さらに元気な人が抜けていく悪循環よ。どんどん崩れていくのだ。恐ろしい悪循環なのだ。これを逆選択と呼ぶわ。保険制度の最大の敵よ。逆選択なのだ。初めて聞いた言葉なのだ。だから全員強制加入が必須なの。それが皆保険の革新よ。強制だからこそ守れる仕組みなのだ。わかったのだ。この強制という言葉にはみんなを守るという意味があるの。強制って悪いイメージだったけど違うのだ。優しさなのだ。2つ目は診療報酬の公定性よ。保険が適用される治療の価格を国が一律で決める仕組みよ。国が値段を決めるのだ。病院は文句を言わないのだ。保険医療機関として認定されるには従う義務があるわ。北海道の診療所も東京の大病院も同じ価格で見てもらえる。どこに住んでいても同じ値段なのだ。それは重要なのだ。病院が価格を自由に設定できたら医療費は青天井になる。公定性があるから医療費の無制限な高騰を防いでいるの。アメリカではどうなのだ？アメリカでは病院が自由に価格を設定できるわ。虫垂炎の手術で数百万円の請求が来ることもある。虫垂炎で数百万円？日本では何万円なのだ？日本なら自己負担が数万円程度で収まることが多い。100分の1以下の差なのだ。日本に生まれて本当に良かったのだ。3つ目は予防と早期受診の文化よ。外来受診が安いから軽症のうちに気軽に病院に行ける。ちょっとした症状でも気軽に行けるのだ。敷居が低いのだ。早い段階で治療すれば重症化を防げる。費用も苦しみも減る。早めに行くほど体にもお財布にも優しいのだ。アメリカでは受診自体が高額だから多くの人が我慢する。軽症のうちに行かず重症になってから救急室に運ばれる。その度に費用がどんどん増えていくのだ。貧しいほど重症化してから来る。重症化するほど費用が増える。この悪循環が医療破産を生む。日本ではこれが起きにくいの。日本の仕組みがなければ怖くて病院に行けないのだ。受診が怖くなると病気が見つかるのも遅くなる。早く見つけるほど治りやすいのだ。だから早期受診が大事なのだ。そしてその早期発見が医療費全体を下げることにもつながるわ。さらにあまり知られていない制度がもう一つあるわ。何なのだ？教えてほしいのだ。高額療養費制度よ。月の医療費が一定の上限を超えたら超えた分が戻ってくる制度。戻ってくるのだ。知らなかったのだ。一般的な収入なら月の自己負担上限が8万円程度になることが多い。どんな大手術を受けても自己負担が月数万円で収まる場合がある。大手術でも月8万円以下？それは神制度なのだ。がんの治療を数ヶ月受けても家が破産しない国なの。日本はがんになっても大丈夫なのだ。それは本当に助かるのだ。アメリカでがんの治療を受けると
数千万円の請求も珍しくない。数千万円、普通の人には絶対払えないのだ。だからアメリカでは医療費破産が年間数十万件起きているわ。数十万件、信じられないのだ。日本ではそれがほぼ起きない。この事実の重さをかみしめてほしい。当たり前だと思ってたけど、全然当たり前じゃなかったのだ。それが医療で人生が終わらない国の本当の意味よ。医療で人生が終わらない、重い言葉なのだ。この制度があるから日本人は病気を恐れすぎずに生きられる。お金の心配なく、まず治療に集中できるのだ。少し世界を見てみましょう。日本だけが特別化を確かめるために。他の国の話なのだ。聞きたいのだ。ドイツも皆保険に近い制度を持っているわ。ただし公的保険と民間保険の2層構造よ。収入で分かれる。お金持ちと普通の人で違う保険なのだ。公的保険に高リスクな人が集まりやすくなる構造的な課題がある。ドイツも完璧じゃないのだ。イギリスは国が直接医療を提供する仕組みがある。ただし待ち時間が長く、医師不足が深刻な課題になっているわ。ただでも待ち時間が数ヶ月は辛いのだ。カナダも全国民が使える医療保険を持っているわ。ただし専門医の待ち時間が半年以上になることも珍しくない。半年も待つのだ。それは困るのだ。日本は質、費用、アクセスの3拍子が揃っている国よ。これが世界的に見て、いかに急な存在かがわかるわ。日本って本当に恵まれてたのだ。気づいてなかったのだ。世界中を旅して初めて気づく人が多い。帰国して感謝する。と、海外に行くことで、日本のありがたみがわかるのだ。完璧な制度はない。でも日本のバランスは世界的に極めて優れている。日本が誇れる部分なのだ。もっと大切にしなければなのだ。じゃあ日本は最強なのだ。海外移住なんかやめるのだ。維持できているかについては別の話があるわ。でも今日はそこには入らない。急に不安になったのだ。どういうことなのだ。あなたは今日、自分が異常な聖域に住んでいることだけ覚えておけばいい。感謝するか、無自覚でいるかは、あなた自身が選びなさい。とりあえず保険証、ちゃんと財布に入れておくのだ。それが正解よ。珍しく、正しい判断をしたわね。褒められた気がしないのだ。でも保険証は絶対に入れるのだ。3つの設計が揃って初めて、この聖域は成立する。どれか1つが崩れると、どうなるのだ。それ以上は、怖くて聞けないのだ。今日はここまでよ。あとは、あなた自身が想像しなさい。でも、本当に、日本に生まれてよかったと思うのだ。心から。その感覚を大切にしなさい。感謝できる人だけが守ろうとするわ。守るために何ができるのだ。小さなことでもいいのだ。まず知ること、次に話すこと、あなたが今日したことがそれよ。このチャンネルで学んだことを周りの人にも伝えるのだ。それが制度を長持ちさせる一歩になる。